富士山と東京タワーが見れるんです。はい。まあその話はいいんですけれども、皆さんこんにちは、大川祐介です。いやー、今日もね、チュートリアルやっていこうと思うんですけれども、今日はですね、今までのチュートリアルからよりアップデートされた形で皆さんにお届けできたらなと思っています。それはね、何かっていうと、今までの僕のチュートリアルって撮影方法だけとか、編集方法だけとか、結構ね、分担していたんですけれども、今回は、この作品に対する思いから、あとは、作品見せて、撮影の裏側、撮影方法までお見せすると。で、さらには編集画面を使って、じゃあその撮影したものをどうつなげているのかっていうのを、本当にね、全部細かく説明すると、本当に何十分っていうね、長い動画コンテンツになってしまうので、なるべく簡潔に3つのポイントに絞って皆さんにお伝えできたらなと思っています。はい、皆さん、もうすでに、このクリスマスのシネマティック動画見たでしょうか？はい。ありがとうございます。いや、本当にね、何万人もの方に見ていただき、僕はね、サンタクロース姿になって、体を張った、撮影だったんですけれども、いや、本当にいろんなコメントいただけて嬉しいです。今回ね、このクリスマス動画を撮った、きっかけなんですけれども、やっぱりそのクリスマスっていうことで、何しようかなと思ったら、やっぱり仕事しかなかったんですよね。なんかね、彼女とデートっていう発想はあんまりなくてですね、基本的に仕事しようとなったんだけど、普通に仕事するのは面白くないから、せっかくなんでクリスマスに合わせて何か動画コンテンツ発信しようという思いになり、僕がコスプレしてスノーボードでプレゼントを運びに行くっていうちょっと面白いストーリーに結びつきました。で、今回ね、その撮影した機材たちがこのテーブルにありますブラックマジックの、6K、そして Mavic 2 Pro とあとは FPV ドローン、そして GoPro 9となっています。基本的にこの機材を使って、撮影をしました。正直ね、反省点があったんですけれども、ブラックマジックでスノーボードを撮ったのは、失敗でした。それなんでかっていうと、以前ね、僕スノーボード上げた時にはこのブラックマジックで撮ってめっちゃ綺麗だったから良かったんですけれども、やっぱりね、手ブレが、結構ひどかったりとか、やっぱりスノーボードってアクションスポーツなんで、GoPro とか、α7S3 とか、手ブレ補正がしっかりボディ内で、搭載されているものを選ぶのが絶対いいなって、ちょっと編集していて思いました。あとね、天気が良くなかったんで、グレーディングがね、パッとしなかったんですよね。そういったちょっと、課題点はたくさんあったんですけれども、今回はこの機材たちで撮影させていただきました。本当にね、今回使った素材って、メインはやっぱりブラックマジックの 6K、スタビライザーで撮ったシーンもあるんですけれども、ストーリーのシーンはね、基本的に滑ってるところってのは全部手持ちで撮ってます。で、Mavic 2 Pro で自然描写とか、スキー場がね、あんまりドローン飛ばせなかった、関係で、あんまりね、素材としては多くないんですけれども、いろんな角度からね、撮る上ではすごく重要なポイントだったかなと思っています。で、やっぱり GoPro はね、さすがです。今回僕、バックカントリーしたんで、バックカントリーの状態で、さすがにこれ使ったらもうぶっ壊れるんですよね。マイナス5度とかそういうレベル感なので壊れてしまうし、パウダーだったので雪がやばいと。なので GoPro が重宝されましたね。なので次回行くときはさすがに GoPro だけで撮りたいです。そんな感じでね、機材の話を置いといてですね、早速、今回、撮影したポイント3つお話ししていきたいと思います。1つ目、スローモーションです。はい。スローモーション何がいいかっていうと、今回ね、スノーボードで、さっそうとね、滑っていくっていうシーンなんですけれども、これって、雪とか、雪が降ってるシーンとか、環境の素材が多いんですよね。で、スローモーションにすると、非現実的な表現になるっていうのは以前話したと思うんですけれども、このように雪がね、ゆっくりと動いているのを見たことある人多分いないと思うんですよね。では映像ではこういったスローモーションにすることによって普段人間の目では見ることができないような演出をすることが可能なんですね。なのでこういうね環境の素材、雪とか雨とか波とか、そういうシーンを撮影するときってのは、なるべくスローモーションで撮ることをお勧めします。今回ブラックマジック 6K の50フレームしか撮れないんですけれど、スローモーションには一応できるんですけどね。やっぱりソニーの 4K120 フレームで撮りたかったなっていう、反省はあるんですけれども、めちゃめちゃソニーで撮りたかったです。じゃあ、実際にそのスローモーションで撮影した素材がどのように使われているのかお見せしたいと思います。
はい。厳密に言うとスローモーション、ただ単にスローモーションしてるだけではなくて、スピードランプと呼ばれる、緩急をつける、この速度に緩急をつけるってこともやっています。はい。このシーンとかって最初ゆっくりなんですね。なんだけど後半で早めてます。わかりますか？はい。ちょっと僕の手見といてください。最初、ゆっくりなんだけど、速くなるんですよ。っていう、この一つのクリップでこの速度が生まれてるのが、緩急がね、生まれてすごく見飽きない表現になります。シネマティック表現には欠かせない表現ですね。はい。ここが基本的にスローモーションです。こういう雪が、パウダーがね、こんな感じでカメラにまとわりつくの分かります？こういうのってやっぱスローモーションでしかできない表現なので、本当におすすめです。で、この後スローモーション。こっち側もスローモーション。みたいな感じですね。アクションシーンだったりとか、環境の素材を撮影するときってのは、スローモーションで撮影することをお勧めします。次に2つ目、多様な構図です。はい。多様な構図なんですけれども、どのようなことかっていうと、この動画を見ていただければわかるんですけれども、同じような構図が基本ないですよね。例えば、こことか、ね、モービルで運んでくれてるっていうシーン。そして、モービルに友達が乗って撮影してるシーン。そして次、モービル乗りながら足元を寄りで撮ってるシーン。次に俯瞰したシーン。で、ここでまた戻ってくるんですけれども、臨場感あふれる。あとは、外に降りてもらって、こういう風に外側から寄りで撮るシーン。で、次、ドローン。ドローンも真上。みたいな感じで、本当に同じ構図が、使われていないんですよね。そのぐらいいろんな構図から同じシーンを撮ることによって、やっぱり多様な表現になるし、見てる人にも、飽きさせないような、伝え方になるので、ぜひ多様な構図で撮影することをお勧めしたいと思います。こうやってね、作品だけ見ていると、本当になんか一往復ぐらいして、撮ってんのかなって思う方いると思うんですけど、一応僕ここね、おそらく、8回ぐらい、8往復ぐらいしましたね。いや、本当にこの、なんて言うんだろう、ドローンカットとか、あとは、普通に地上カットとか、もうめちゃめちゃ撮ったんですよ。サムネとかも撮ったしね。ってことを考えると、本当にそのぐらい、撮影に時間を使いましたってことですね。今回はね、作品としてもかなり気合を入れていたので、そういった撮影フォーカスという形でやらせていただきました。本当にね、撮影してる僕たちも楽しかったんで、全然苦ではないんですけれども、多様なね、表現をするために、様々な構図で撮影したってことはお伝えしたいと思います。次に最後、3つ目。トランジションです。トランジションなんですけれども、やっぱりね、スノーボードとか雪山で撮影するときってのは、どういったつなぎができるかなってことを考えると、やっぱり一つ目はこの雪とかが、カメラに覆いかぶさったタイミングで同じような、明るさ、雪でつなげる。雪でつなげると、綺麗なね、つなげになるという。やっぱりこの動画で、なんかそのチープな表現になってしまうのって、この動画と動画のつなぎがちょっと違和感があったりとか、同じ構図で似たような構図でつなげてしまうっていうのは、やっぱりシネマティック表現としては、ちょっといまいちな印象になってしまうので、構図はね、多様にするのはもちろんなんですけれども、つなぎをなるべく滑らかにするためにも、例えばここで言うと、雪がカメラにかかってるっていう、そのタイミングで別の雪がカメラを覆い尽くしているシーンでつなげます。こんな感じですね。ここも同じです。FPV で撮影して、で、この画面の構図すべてが真っ白になったタイミングで、このようにトランジション、フィルムディゾルブですね。フィルムディゾルブを追加して、次のカットで下から上。なので、ここはもう一貫して白と白でつなげているっていう、本当に同じ色味だったりとか、同じ、雪っていう対象物でトランジションをすると。
そういったね、意識を常に心がけながら、今回はね、撮影させていただきました。それだけではなくてですね、こことか、こういうスノボーが、カメラに来たタイミングで、次、手前木を使ってます。こういうね、同じ向きで、横向きで手前に何か対象物、木とかが生えてきたタイミングで切り替えるってこともよくあります。これも同じですね。これも木が手前に、これは雪が来たタイミングで、次木に切り替えてます。っていう、本当に対象物が同じものをつなげて、滑らかにトランジションするようにしています。そしてね、それだけではなくて、この BGM にしっかり合わせるってことも大事なんですね。はい。もうすべて音にはまってトランジションされてますよね。こういったことを意識することによって、よりね、いつもよりもランクアップしたシネマティック表現が可能になると思うので、ぜひね、この3つの表現、ぜひ皆さんがアクティブするときに、参考にしてみていただけたらと思っています。そして、アクティブするだけではなくて、本当に日常的な撮影でも、この要素っていうのは大事になってきますので、参考にしていただけたらと思っています。はい。皆さんいかがでしたでしょうか？今回のこのクリスマスの撮影めちゃめちゃ大変だったんで、次はね、こういうガチガチのカメラじゃなくても本当に GoPro だけで、僕はね、スノーボードを撮ろうと思いますので、またね、僕の YouTube で後日アップさせていただきます。今日の動画のね、感想とかある方はぜひコメントいただけたら、もうすべて見ていますので、ぜひ皆さんの、コメントで、僕にね、元気づけていただけたらというふうに思っています。元気なんですけれども。はい、そんな感じで、今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。さよならダメですね。さよならってなんか言われたら嫌だっていう方がいたので、それでは皆さん、また今度。